こんにちは。普段何に意識を向けてるかなんてあまり気にしてないですよね。でも実は私たちの意識を向けたものが拡大するっていう作用があって、すごいパワーがあるんです。意識を向けたものが拡大する。これ思い当たることありませんか？例えばお金の不安を考えていると、不安になる出来事が次々と起こったり、逆に何か楽しいことを考えていると楽しい出来事がどんどん起こるといったようなこと。今回は意識の焦点をどこに向けているのか、どこにピントを合わせているかで人生が大きく変わってくるというお話です。意識の焦点とは何でしょう？私という意識は常に何かにピント、焦点を合わせています。私たちが自らの意図でコントロールできるのは意識の焦点だけなんです。焦点とはカメラのピントのような意味です。目の前にあるものや出来事のどれに焦点を合わせるのか、どれに注目しているのかが私たちができること、唯一のことなんです。つまり私たちにできるのはピント操作だけなんです。このイラストを見てください。この中に3つの印がありますが、私たちは自らの意図でどこのピントを当てるかを決められます。右脳強化とピントの関係。何がなくても幸せになる右脳の脳神経回路を強化するためには、意識の焦点を頭ではなくて、思考ではなくて、体へと変えることで達成できます。ですから、意識を体の感覚に向けると、右脳が強化していきます。ですけど、とっても残念なことに、私たちは左脳優位の社会に生きているので、どうしても頭の中の思考にピントが当たりがちになっています。ピントを合わせた部分が増える。意識の焦点のピント合わせは、望む人生を歩むためにとっても大切なんです。何かにピントを合わせていると、それが増えていく、活性化していくという作用があるからです。例えば、体にとかお腹にピントを合わせていると、右脳とのつながりが強化されます。逆に頭の中の思考にピントを合わせていると、思考がもりもりと増えていって、その思考を発する脳神経回路まで増えていきます。この作用は自分の心身にだけ起こる現象ではなくて、自分の外側で起こることにも影響を与えています。楽しいこと、嬉しいことに集中してピントを合わせていると、楽しいことや嬉しいことが増えていきます。辛いことや悲しいことにピントを当てて、それを解消したいと考えても、反対に辛いことや悲しいことが増えてしまうのです。よくありがちな体のどこが痛いなと思うとき、その痛みを何とかしたいっていうふうに考えれば考えるほど、痛みが増していくというようなことになります。2段階上にピントを合わせて望む人生を歩もう。あなたに何か望みがあるとき、それを叶えるには望みよりも2段階ほど上のレベルに焦点を当てることをお勧めします。わかりやすく物を例に説明していきます。例えば、はじめに自分が望んでいた靴よりも2段階ほど値段が高くて品質の良い靴を買ったとしましょう。その靴を見るたびに、やっぱりいいなぁ、これ最高だなぁと思えたら、次第に2段階上のレベルに意識の焦点のピントが合っていくんです。すると、先ほど買った靴以外の他のものに関しても、2段階レベルが上のものとの出会いが増えていきます。意識の焦点がそこにピントを合わせているからです。
あえて初めの望みよりも2段階上のものを求めるようにすることで、望みは叶いやすくなるのです。もう一つ例を挙げると、例えば婚活です。自分のお相手はこれぐらいのスペックの人がちょうどいいと考えているよりも、そのちょうどいいと考えている人よりも2段階ほど上のスペックの人にピントを合わせた方が、より高い望みを得られるようになります。ただ、人間をスペックで評価するのはちょっと嫌なので、あくまで例としてです。なぜ2段階上なのかの理由。なぜ2段階上なのかというと、あまりにレベルが上がりすぎると現実感がなくなってピントが合いづらくなるからです。また1段階上程度だと、やっぱりいい、これ最高だと思えない可能性があって、やはりピントが合いづらいからです。このように意識の焦点のピントをどこに合わせるかで私たちの人生は大きく変わります。というよりも、意識の焦点が人生のすべてを決めると言っても過言ではありません。どこにピントを合わせるかで願望が実現するかどうかが決まります。私たちの小さな意識の仕事っていうのは望むことだけなんです。私たちが行きたい方向を指し示すと、大きな無意識が全自動でそちらに連れてってくれます。これで人生が大きく変わっていくのです。意識の焦点のすごいパワーで、あなたの人生に幸せや夢をどんどん引き寄せていきましょう。最後に、意識の焦点を体に向けて、そのパワーと静寂感を体感していきます。では楽な姿勢になって、可能な方はベッドやマットの上に体を横にして仰向けになりましょう。軽く目を閉じて、全身の力をスーッと緩め、右足の足指をぎゅーっと握ってみてください。足指全体に入る力みを感じ、次の吐く息が来たら指をパーッと解放して力をストーンと緩め、今の右足指の感覚を感じます。次は左足の足指に行きます。一度息を吸って吐きながら左足指ぎゅーっと握り、そのまま息を吸って吐きながらパーッと解放、力を緩めて左足指の感覚を感じます。次に右手のひら、一度息を吸って吐きながら右手のひらをぎゅーっと握り、力が入った感覚を感じ、一度吸って吐きながらパーッ緩める。次に左手のひら、一度息を吸って吐きながら左手のひらぎゅーっと握り、力が入った感覚、このまま吸って吐く息でファーッと解放、力をストーンと緩める。次は片足ずつわずかに
持ち上げていきます。では右足から一度吸って吐きながら右足全体を数ミリ少し浮かせて右足とお腹をキューッと力を入れ、このまま一度吸って吐きながらストーンと下ろし、足とお腹の力をふわーっと緩め、次左足一度吸って吐きながら左足を数ミリ浮かべて、足とお腹にキューッと力が入る感覚、このまま吸い吐きでストーンと下ろし、全身の力をふわーっと緩める。今度は両腕と両足、頭を持ち上げていきます。一度吸って吐きながら両腕、両手、頭を少し数ミリ持ち上げ、全身キューッと力を入れ、このまま一度吸って吐く息で全部解放、ストーンと大地に委ね、首、肩の力をファーッと緩め、お腹の力もファーッと緩め、意識をお腹に向けて、しばらく意識をお腹の内側に向ける時間をお過ごしください。